した肉の匂いと変な電子信号が混ざってる。気味が悪いな。ここでモノリス由来の異形を拘束し、徹底的に解析します。へえ、生きたまま切り刻むってわけか。悪いが僕はこんな研究ごめんだね。精神領域やらシュラウドだの科学の範疇を超えた化け物なんて趣味じゃないんだ。こっちはわしが担当しよう。そなたは普段の技術研究に励むがよい。言われなくてもそうするよ。これを進めないことにはモノリスを閉じることはできません。研究の進捗はレポートとして共有します。お好きにどうぞ。気が向いたら見るよ。ネエルゼ、ここの電力供給は貧弱すぎる。改善を急げ。承知しております。収容した個体からバイオフェライトを抽出すれば、それを高効率な発電燃料として利用可能です。ならそれでよい。変換方法の確立を急ぐのじゃ。太陽光と原始的な火力発電では効率が悪すぎるからの。ところでババア、なんじゃ小娘。そろそろ貴様の正体を聞かせてもらおうか。ただのしがないババアじゃと何度言えばわかる。抜かせ。セタナの封印地という得意点に居座り、甚大の知見を持つ長生きのババアがただ者であってたまるか。貴様一体何者だ。いずれ教えてやる。もう少し仲良くなったらな。貴様と仲良うする気など天地がひっくり返ってもないわ。それならそれでよい。ではな。まったくクエンババアじゃ。通信機が完成次第、諜報部に調べさせます。まあろくなことはわからんじゃろ。ところでエルゼ、あ、ここの原住民の武装もう少しなんとかせよ。それはよろしいので。わらわの予想だとモノリスの抵抗は我が帝国兵でも苦戦を強いられるかもしれぬ。使えるものは何でも使う原住民も貴重な戦力じゃ。彼らに技術を渡せば制御が難しくなります。安心せよ。それに関してはわらわにアイデアがある。エレナ様、お久しぶりでございます。トニー、よく来てくれましたね。あなたの顔が見られて安心しました。予防の崩御の方を聞き、すぐに駆けつけるつもりでしたが、騎士団との天罰を聞き及び、遠慮しておりました。申し訳ございません。今は、巫女様が、私とセアラをここにかくまってくださっています。ですから、心配はいりませんよ。それより、アンボイス量の様子は、メカノイドに対処はできているの？はい、少なからぬ被害は被りましたが、ライナ様がいち早く来てくださり、技術を与えてくださったおかげで防衛はできております。そう、よかった。エレナ様、お痩せになりましたな。そうかしら。毎日忙しくて、少し食が細くなっているのかもしれませんね。エレナ様、アンボイス領にお戻りになりませぬか？トニー。ノボー亡き後、あなた様とセアラ様の後ろ盾は巫女様の身。その巫女様もアルドメリとかいう帝国に従っているそうではありませんか。セアラ様は王太子とはいえ、王位に就かれる見込みはあまりに低く、このままではお二人のお命すら危ういのではと危惧しております。ありがとう、トニー。でも、私は帰りません。エレナ様、ここを離れたら、私とセアラは二度とこの国に戻れなくなるでしょう。それに、今の状況で私が領地に帰れば、騎士団はエレナに本やりと大義名分を掲げ、アンボイス家を滅ぼしに来る。領民やあなたを巻き添えにするわけにはいかないわ。エレナ様、私はここで生きていきます。ここで耐え忍び、セアラを守るために母としてできることを全てやる。それだけが私の生きる道なのです。承知いたしました。
終わった。これで通信機は完璧だ。感謝します、バズ。これでようやく5000とつながれる。何ですか？いや、あんたの口から感謝なんて言葉が出るのかとね。これでもあなた方とは無益な衝突を避けてうまくやりたいと思っていますので。へえ、ずいぶん軟化させるじゃん。最初のやつは何だったのさ。評価を修正したのはあなただけではありません。あなた方アニムセン一族は原始文明の枠に収まるような種族ではない。再キャストしかり、その得意な力総じて知性が高すぎる。個体数わずか数体でこの国を支配し、神として崇められる理由がようやく理解できました。悪いけど、僕の姉ちゃんはその高い知性とは程遠いところにいるけどね。その代わり並外れた戦闘力を持っているのでは。まあ、そうかもね。イルゴもそうです。知能は平均以下ですが、代わりに戦闘では人外の強さを発揮する。あなた方は何かしらの能力に極端に特化している。まるでなんだい？そう、あらかじめ誰かにデザインされたかのように。あなたは考えたことはないのですか？自分たちという種について。さあね。そんな哲学的なこと考えたこともないよ。興味もないね。そうですか。じゃ、僕は研究に戻る。邪魔しないでよね。ああ、待ちなさい。何？まだなんかあんの？これをあなたに預けます。何これ？ウェカリンクです。使用データはあなたの端末に送りました。後で確認しなさい。自分たちでは使わないのか？帝国法で禁じられているので、我々は使いません。あなたに預けます。使うなり捨てるなり、好きにしなさい。あなたの知性がこれをどう活用するか、興味がありますので。まあ昨晩も言ったがな、大体の事情は報告書で把握しておる。要は波風を立てず成人した暁には本当に王の座へつきたいということじゃな。はい、難しいことはよくわからないけど、私が王様にならないと母様が悲しむし、おじさまたちの努力も無駄になっちゃうから。お前、自分が王になる資格があると本気で思っておるのか？母様がかわいそうだから王になりたいだと？皇族という身分に生まれたから自動的に王の権利が付与されるとでも？お前は何も分かっておらん。甘すぎるわ。マラワの目から見るとこの国の政治体制はいびつだが、それでも王の権力は大きい。だがお前からはその権力に見合うだけの覚悟が一点も感じられん。子供といえどもう12ならそのくらいわかるはず。甘えるのも大概にせよ。泣いてごまかそうとするな。見苦しい。それに分かっておるのだぞ、そなた。自分の力を自覚して計算してやっておるな。何度もわらわに同じ手が通じると思うなよ。バレたか。まったく邪魔するなと言ったのに、今度はなんだ？夜分にお邪魔して申し訳ありませんわ、バブさん。エレナ様、こんな時間に一体何のご用で？実はあなたにどうしてもご相談したいことがありまして。一人で戦える武器が欲しい。エレナ様、正気ですか？ええ、セアラを守り、そして地に落ちたアンボイスの名誉を回復するために
私には戦える力が必要なのです。なるほど。確かに今のこの国にアンボイスの名の下で命を懸ける兵は一人もいないでしょうね。このまま最悪の影に怯え、巫女様の慈悲にすがって安穏としているわけには参りませんの。でしょうね。だが、たとえ魔法の剣を手に入れたところで、あなた一人が戦場に出たとして、戦況の何が変わるというんです。おとなしくお部屋で子育てに専念された方がいい。一人でできることなど、たかが知れていますよ。ましてや、女性の。いえ、これは失礼。謝罪します。それも、私が。一つだけ、あなたでも、軍隊を相手にできる武器がありますが。本当？それは、どんな？メカリンクです。これを脳にぶっ刺せば、人間を超えた演算能力で、メカノイドを自在に操れる。あなたは戦術の才能をお持ちだ。おそらく、あなた一人で一個中隊並みの戦力になるでしょう。ただし、これは一度装着すれば、死ぬまで外せません。これを、どうすれば？喉の奥に、自分で押し込んでください。そうすれば、埋め込まれたナノマシンが勝手にジョイントを伸ばし、あなたの脊髄を伝って脳中枢へ突き刺さる。脳に？凄まじい苦痛と、一生消えない脳への負荷が伴います。最悪の場合、セアラが大人になる前に、あなたの脳が焼き切れるかもしれない。それでも、やりますか？やはり、やめといた方がいいでしょう。何もあなたがそこまですることはない。何か他の手段を考えましょう。そもそも、これは僕が使おうと考えていたものですし。エレナ様、まさか。本当に入れたのか？あなた、正気か？それで、この後は、どうすればいいんですの？やっぱりか。よもやと思っていたが、やはり貴様、確信犯か。鎌かけたんですね。汚いな。もう、これだから大人は嫌なんです。お前に言われとうないわ。まあいいです。どのみち、あなたにはすぐばらすつもりでしたから。すっと、無害で無垢な子供を演じておったわけか。小賢しい。騎士団に敵視されていますからね。その方が生存確率が上がると思ったからです。実際、誰も私を脅威だなんて思ってないでしょう。あなた以外。そなた、いつから自覚しておったのじゃ。父上が亡くなる少し前からです。最初は泣けば大人が思い通りに動いてくれる程度に便利だと思っていたんです。でもアニマツリーの声が自分には聞こえないと知って周囲の視線が変わった。そのあたりから私も生き残り方を必死で考えたんですよ。自分なりに王になるためのロードマップを描いていました。ですが父上があまりにも早く亡くなってしまって予定が大幅に狂ってしまった。なるほど。そこにわらわという都合の良い後ろ盾が現れたから垂らし込んで利用しようとしたというわけか。そうです。昨日お会いした時からそのつもりで仕掛けました。開き直るな、このクソガキ。お言葉ですが、あと数節もすれば私も15になりすぐに成人するんですよ。それまでに強力な後ろ盾が見つからなければ私の命はそこで終わりなんです。わかりますよね？知ったことか。人をくだらん権力闘争に巻き込んで甘つさえ。さっきも言ったが、わらわの後ろ盾が欲しければ覚悟を見せてみよう。お前に何ができる？王になってお前は何をするのじゃ。そんなものわかりません。なんじゃと？しかし私はトロス王の孫ロゴ王の息子です。私は王になるためにこの世に生まれてきたんです。いいだろう。面白い。いいかクソガキ、よく聞け。お前を帝国貴族に引き上げてやろう。